悪いニュースが出たのに、うん、なぜ市場はパニックにならず、至って冷静なのか。ありますよね。そういう不思議な瞬間。ええ。今これを聞いているあなたも、普通は現役という見出しを見たら、ああ、株価が下がるなって身構えるはずです。そうですね。それが一般的な反応です。なのに、プロの投資家たちは全く動揺していないんですよ。はい。さて、この矛盾をどう解釈すべきか。今回の徹底解剖ではですね、ええ、素材の王者と呼ばれる信越化学工業という企業の一見すると不可解なほどの強さの秘密を紐解いていきます。この現役でも株価が崩れないという現象はですね、まさに市場が企業の何を評価しているかをリトマス試験紙のように映し出していますね。なるほど、リトマス試験紙ですか？はい。直近の決算がネガティブだったにもかかわらず、市場が冷静なのは、結論から言えば短期的な天候の悪化に直面しても、この巨大な船が持つ沈まない構造をプロの投資家たちが完全に信頼しているからなんです。沈まない構造。ええ、確かに事業の内訳を見ていくと、この会社がいかに異常なバランスの上に成り立っているかが見えてきますよね。そうですね。強さの根幹にある一つ目のポイント。それが最強のダブルエンジン経営。化学セクターというのは本来、景気の波をもろに受けるシクリカルな業界なんですよ。景気に左右されやすいですよね。でも、信越化学の場合は、全く異なるサイクルで動く2つの巨大な事業を抱え込んでいるんです。はいはい。ここが同業他社との決定的な違いですね。その一つが、住宅建材やインフラなどに使われる塩化ビニル樹脂を中心とした生活環境基盤材料事業ですね。はい。いわゆる塩ビですね。そうです。そしてもう一つが、スマートフォンや AI などテクノロジーの心臓部になるシリコンウェハーなどの電子材料事業。そうです。これ、驚くべきことに、2026年3月期半期の売上高を見ると、生活環境が約4963億円。ええ、で、電子材料も約4963億円なんですよ。本当に見事なまでに50対50で拮抗していますよね。これ、人為的に揃いようとしてもここまで綺麗にはいかないですよね。いかないです。ただ、規模が同じというだけでは、だから何って終わってしまいます。ええ。ここで非常に興味深いのは、この2つの事業の利益の質と稼ぐタイミングの非対称性なんです。まさにそこなんですよ。売上は半分ずつなのに、同じ期間の会社全体の営業利益を見るとですね、はい。なんと電子材料事業だけで全体の 52% を稼ぎ出しているんです。半分以上ですよね。ものすごい利益率です。一方で、生活環境事業の方は、世界的な供給過剰の煽りを受けて利益を落としていて、そうですね。市況が悪化していますから、社長自身も今期の営業利益の減少は、全て生活環境事業によるものだって明言しているくらいです。普通の企業であれば、主力事業の一つがこれほど明確に足を引っ張れば、屋台骨が揺らぎますよ。ですよね。でも、信越化学の場合、電子材料というもう一つのエンジンが信じられないほどの高収益でカバーしているんです。例えるなら2つのエンジンですよね。飛行機の。片方のエンジンが不調になっても、もう片方のエンジンが異常な馬力を持っていれば、高度を落とさずに飛び続けられる。まさにその通りです。あなたが投資家ならこれほど安心な構造はないんじゃないでしょうか。さらに言えばですね、ただ飛んでいるだけではないんですよ。と言いますと、生活環境事業、つまり塩ビの市況が悪化しているということは、世界中の競合他社が今血を流している状態だということです。なるほど。みんな苦しいわけですね。ここで信越化学はもう片方のエンジンで優雅に飛びながら、ライバルたちが失速して墜落していくのを上空から眺めているんです。うわー、それは強い。後で詳しく触れますが、これが次の成長への強烈な布石になっているんですね。ただ耐えているわけじゃなくて、戦略的な余裕を持った巡航飛行だということですね。はい。さて、事業構造の堅牢さは分かりました。でも私が今回の分析で一番、ちょっとこれ正気かって驚いたのは、キャッシュの使い道なんですよ。株主還元の部分ですね。そうです。ここからが今日一番大切な話なんですけど、強さの理由の2つ目、常識破壊の株主還元について掘り下げます。行きましょう。普通これだけ稼いでいる企業なら、設備投資に資金を全振りするか、あるいは大規模な M&A に走るのがセオリーじゃないですか。そうですね。特に時価総額トップクラスの企業であれば、成長鈍化を嫌って手元のキャッシュで他社を買収し、無意にでも売り上げを伸ばそうとするのが一般的な動きです。なのに信越化学は全く違うんです。過去5年間、
つまり2022年3月期から2026年3月期までの計画で、はい。営業活動で稼ぎ出したキャッシュフロー、これ約 3.8 兆円あるんですけど、巨額ですね。そのうち設備投資に投じるのは 1.7 兆円なんですよ。半分以下ですね。そしてそれを上回る 2.0 兆円を株主還元、つまり配当と自社株買いに当てているんです。本当に驚異的なバランスです。2026年3月期予想の総還元成功に至っては 148% ですよ。稼いだ利益の 1.5 倍規格を株主に返していることになりますね。これ一見すると、もう自社で投資する成長領域がありませんっていう白旗宣言にも見えませんか？表面的な数字だけを追うと、そのトラップに陥りがちなんですよ。トラップですか？はい。成長を諦めたからキャッシュを吐き出しているんだ、と。そう見えちゃいます。でも、資本政策の観点から見ると、これは市場に対する極めて攻撃的なメッセージなんです。攻撃的、どういうことでしょう？まず、1株106円という安定配当を維持しながら、今期は新たに5000億円という巨額の自社株買いを機動的に実施する計画を立てています。5000億円。5000億円といえば、中堅の上場企業を丸ごとプレミアム付きで買収できる規模です。確かに、ものすごい金額です。では、なぜ M&A ではなく自社株買いなのか。なぜですか？それは経営陣が外部によくわからない企業にプレミアムを払って買収するよりも不当に安く評価されている自社の株を買うことが最も利回りの高い最高の投資であると判断しているからなんです。なるほど。うちの本来の価値はこんなもんじゃない。今の株価はバーレンセルだぞって市場に突きつけているわけですね。その通りです。斉藤社長も配当を基本としつつ自社株買いは状況に応じてというスタンスを崩していません。市況が悪くなって株価が下がれば喜んで自社の株を買い漁る。これは短期的な業績のブレに全く動じていない並々ならぬ自信の表れですね。いや、すごい自信ですね。でもいくら自信があるとはいえ、総還元成功 148% なんて大盤振る舞いをして、はい。会社の体力は本当に大丈夫なのかって聞いているあなたも疑問に思うかもしれません。そうですよね。普通は心配になります。そこでつながってくるのが強さの理由の3つ目。鉄壁の財務と大胆な未来投資です。ここが全ての土台なんですよ。はい。いくら高度な資本政策を掲げてもバランスシートが脆弱なら絵に描いた餅ですからね。この企業のバランスシート本当に異常ですよね。異常です。自己資本比率が2025年3月末時点で驚異の 82.6%。はい。これ、東証プライム上場企業の平均が約 40% 程度であることを考えれば、いかに異次元の数字かわかりますよね。全く違いますね。有利子負債もほぼなくて、実質的な無課金経営ですし。財務のプロフェッショナルから見れば、この 82.6% という数字は資本効率が悪すぎると批判の対象になってもおかしくないレベルなんです。逆に溜めすぎだと言われるわけですね。そうです。でもこれを全体像と結びつけて考えると見え方が変わってきます。と言いますと、信越化学が属しているのは巨額の設備投資が必要で、かつ景気変動の波が激しい素材産業です。はい。このセクターにおいて実質無課金でこれだけの厚い自己資本を持っているということはですね、いかなるマクロ経済のショックが来ても絶対に資金繰りで首が回らなくなることはないという無限の体力を意味するんです。例えるなら、住宅ローンもカーローンも一切なくて、有り余る貯金が銀行口座に入っている状態ですね。まさにそれです。だからこそ、市況が悪化して他が震え上がっている今でも 148% の還元が可能になるわけだ。その通りです。そして何より恐ろしいのは、未来への投資のアクセルを一切緩めていないことですよね。守りが完璧だからこそ、最も効果的なタイミングで巨大な攻めに出られるんです。具体的な数字の継承に入っていきましょうか。はい。半導体の最先端プロセスに不可欠な露光材料の新拠点建設に830億円。大きな投資です。そして、電気自動車や再生可能エネルギー向けに需要が爆発する高機能シリコンの能力増強に800億円。還元に2兆円使いながら、同時にこれだけの規模の設備投資をキャッシュでケロハルがやってのけているんですよ。さらに見逃せないのがサプライチェーンの強靭化です。サプライチェーン。はい。海外売上高比率が約8割に達する中で、地政学リスクに備えて生産拠点を世界17カ国66拠点にまで分散させているんです。66拠点ですか？これは単にグローバルに展開していますというレベルの話ではないんですよ。というと？どこかの国で関税が引き上げられようが、輸出規制がかかろうが、別の拠点から供給できる体制がすでに完成している
というなるほど。徹底的なリスクヘッジの具現化なんです。つまり、現在の日経平均の予想 PER が約16倍であるのに対し、信越科学が現役予想にもかかわらず、PER25 倍前後という高いプレミアムで推移している理由は、ここにあるわけですね。ええ、間違いありません。景気敏感株の化学メーカーでありながら、これほどのプレミアムがつくのは、最強のダブルエンジン、常識張りの株主還元、そして鉄壁の財務という構造の美しさを市場が買っているからだと。まさにその通りです。市場は目先の四半期の利益ではなく、10年後の生存確率と市場支配力に値札をつけているんです。なるほど。では、この完璧に見える要塞がこれからどんな海を進んでいくのか。ここからは、この企業に吹いている追い風と乗り越えるべきハードルを整理します。はい、未来の展望ですね。まず、強烈な追い風ですが、電子材料事業を取り巻くメガトレンドは揺るぎませんよね。ええ、AI、データセンター、5G 通信、自動運転。これらは一過性のバズワードではなく、社会インフラの不可逆的な変化です。その根幹を支える半導体の材料を握っている以上、需要が枯渇することはありえないと。もちろんです。ただ、電子材料の追い風は誰の目にも明らかですよね。ええ、みんな知ってます。私が真の追い風だと見ているのは、実は現在足を引っ張っている生活環境事業、つまり塩ビ市況の方なんです。市況が悪化していて、社長自らしばらく荒れた状況が続くって言っているあの事業がですか？はい。なぜですか？なぜなら、この市況悪化によって世界中で競合の淘汰というプロセスが進行しているからです。淘汰ですか？ええ。これは残酷ですが、信越科学にとっては極めて都合の良いプロセスです。現在、ヨーロッパ、韓国、そして日本において採算の合わない競合他社が次々に生産能力を削減し、工場を閉鎖しています。なるほど。体力のない企業がリタイアしていくわけですね。そうです。過当競争が落ち着き、いずれマクロ経済が回復して需要が戻ってきたとき、市場には誰が残っているか。ああ、圧倒的なコスト競争力と、不況期にも投資を止めなかった信越科学の巨大な生産設備だけが残ると。その通りです。その時、彼らは価格決定権を握り、市場の利益を総取りします。これが不況を利用したシェア拡大のメカニズムなんです。恐ろしいほどの長期戦略ですね。ライバルが顔上がっていくのを圧倒的な自己資本という安全地帯から見下ろしている。ええ。とはいえ、直視すべきハードルやリスクも当然ありますよね。無敵の艦隊にも死角はあるはずです。もちろんです。どんなに構造が強固でも、マクロ環境の荒波を無傷で乗り切ることはできませんから、大きなハードルを3つ挙げておきましょう。お願いします。1つ目は、今まさに触れた塩ビ市況の低迷がいつまで続くかという時間軸のリスクです。時間軸。ええ。競合が淘汰される前に想定以上の長期戦になれば、さすがに全社的な利益の押し下げ要因になり続けます。確かに限界はありますよね。2つ目はどうでしょ2つ目は、強みである海外売上比率8割の裏返しとなる地政学リスクです。う？なるほど。17カ国66拠点に分散しているとはいえ、米中対立の激化や関税政策の急激な変更は、サプライチェーンの再構築コストを跳ね上げる可能性があります。今の国際状況を見ると無視できないリスクですね。そして3つ目が中国経済の動向です。中国ですか？はい。汎用シリコンなどの需要は、依然として世界の工場である中国の景気に大きく左右されます。不動産不況などによる中国の経済回復の遅れは、需要回復のシナリオを後ろ倒しにする強力な逆風になります。これらを総合すると、足元には市況の悪化や地政学リスク、中国経済の透明感という明確なハードルが存在している。ええ。しかし、それを乗り越えるための無借金に等しい財務体力があり、さらにその先には、競合が消え去った焼け野原でシェラを拡大する塩ビ事業と、AI 事業で爆発する電子材料事業という2つのエンジンがフル稼働する未来が待っているわけですね。そうですね。もしこのハードルをクリアできるなら、その2つのエンジンが同時に火を吹いた時の利益成長のポテンシャルを想像すれば、市場が現在の現役を誤差と見ている理由がよくわかるはずです。さて、今回の徹底解剖を通して、信越科学という企業が私たちに教えてくれるのは、物事を評価する際の非常に重要な教訓ですね。ええ。企業価値を判断するとき、たった1回の四半期決算という一つのスナップショットだけで結論を急いではいけない。本当に重要なのは、その企業が嵐を乗り越えるための構造を持っているかどうかを見極めることです。情報過多な現代において、私たちはどうしても現役といったキャッチーな見出しに目を奪われがちです。そうですね、すぐ反応してしまいます。しかし、真の投資家やアナリストは、
景気の波をほどない合う事業ポートフォリオ、危機に備えつつ攻めに出られる強靭なバランスシート、そして目先の利益にとらわれない冷徹な資本政策といった目に見えにくい骨格を評価します。なるほど。表面的なニュースの裏で企業がどのような生存戦略を編み出しているか、そこに思考を巡らせるクリティカルシンキングの価値をこの事例は雄弁に語っていますね。最後に、これを聞いているあなたに新たな思考の種を一つお渡ししたいと思います。はい。世間が最新の AI モデルや軽やかな SaaS 企業のバズワードにばかり熱狂している間、一見地味に見える伝統的な素材やインフラのトップ企業たちが、密かに次の世界的なパラダイムシフトに備えた完璧な要塞を築いているとしたら、面白い視点ですね。あなたの足元を支える古い産業の中にこそ、誰にも真似できない無敵の構造が隠されているかもしれません。ええ。次に経済ニュースで大幅減益という文字を見たとき、あなたはただネガティブな反応を示すでしょうか？それともその数字の裏に隠された巨大な戦略的意図としたたかな野心を見抜けるでしょうか？投資家の眼力が試されますね。そしてもしあなたがこの信越科学という銘柄を評価するとしたら、ポートフォリオのど真ん中に置く主力にしますか？それとも状況を見極めるためのスパイスとして少額で持ちますか？ぜひあなた自身の投資哲学と照らし合わせて考えてみてください。じっくり考えてみてほしいですね。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もまた情報の波の奥底にある本質を一緒に探求していきましょう。投資解説は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終判断は必ずご自身の責任で行ってください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。今日もありがとうございました。